こんにちは。NPO 法人 ABC ジャパンです。これから神奈川県の高校進学ガイダンスを始めたいと思います。今回お話しするのは、入試方法、高校の入試方法についてお話しします。今日もね、話すことたくさんありますので、止めたり何回か聞いたりしてくださいね。では、始めます。どんな入試方法があるのかというと、公立と私立で方法が違います。公立にはこのように共通選抜、定通分割選抜、二次募集があって、私立にも一般入試、オープン型入試、特待生入試があります。最後に、外国につながる子どもの受験についてもお話ししていきたいと思います。では、まずは公立から。公立の共通選抜は、すべての高校、神奈川県内にあるすべての高校、全日制も定時制も通知制も受験ができます。全部の高校が同じ日に受験をするので、基本的に1校しか受けられません。どうやって合格を決めるのかというと、調査書と学力検査、それから面接、この3つで合格が決まります。調査書って何というと、内申書とも呼ばれるものですが、各教科、国語、算数、理科、社会、いろいろあるね。その各教科の成績や学校生活の様子、例えば委員会とか部活とか、それ以外もあったりするね。そういう学校生活の様子を中学校の先生が書いたものです。で、ここに内申点が含まれますが、各教科の成績の合計です。どんな風に計算するかちょっと一緒にやってみましょう。まず、必要なのは2年生の学年末の成績です。例えば、こんな成績だった場合、合計は30ですね。で、3年生の時、少しこの人は勉強したんですね。成績が上がって、合計は33。これで必要な数字は揃いました。まず、学年末、2年生の学年末の合計30と、3年生の合計かける2をした66。この2つを足した96が内申点と呼ばれるものです。で、1年生とか2年生とかの人たちはどうすればいいかというと、成績、今持っている成績の合計かける3をすると内申点がだいたいどのくらいになるのかを予測、わかります。例えば、こんな成績だった場合、合計点は30。これにかける3をして90というふうになりますね。だから、これは決定ではないけれども、だいたい今このままだと内申点は90になりそうだなということがわかります。はい。で、続いて学力検査です。学力検査は各試験のことですね。全日制と定時制で教科数が違います。全日制は国語、数学、理科、社会、英語の5教科、5個です。一方、定時制は国語、数学、英語の3教科になります。最後、面接です。面接は、出願の時に出す紙の中に面接シートというものがありますが、それを高校の先生が見てね、入学志望、どうしてこの高校に入りたいんですかとか、中学校の時はどんなことを頑張りましたか？勉強どんな風に頑張りましたか？とか、勉強以外はどういうことをやりましたか？とか、そういうことを、面接聞かれることです。はい。というわけで、共通選抜は3つね。調査書、学力検査、
面接、この3つで合格が決まります。どれに重きを置くかっていうのは、高校によって違います。それから、特色検査という検査もある高校もあります。はい、では続いて、定通分割選抜についてお話しします。これは、さっきは、共通選抜は全日も定時も通信もできる試験でしたが、この試験は定時制と通信制だけの入試です。3月に行われます。他の高校に合格している人、私立もそう、私立もそうですし、何か全日制とかにね、合格している人はここに定通分割には出願できません。これは、定時制と通信制で少し試験の内容が違っていて、定時制は調査書と学力検査3科目。国語、数学、英語。通信制は調査書と面接、もしくは作文。学校によって違うのかなという試験になります。最後、二次募集です。二次募集は全日制、定時制、通信制で、募集人数より受験者が少なかった時に二次募集があります。例えば、ある高校、350人生徒が欲しいなと思っていたけれども、300人しか来なかったっていう時に、二次募集があったりします。で、これもさっきと同じで、他の高校に合格している人は出願ができません。これもちょっと、共通選抜の二次募集なのか、定通分割選抜の二次募集なのかで、試験内容が違っていて、共通選抜は調査書と学力検査。定通分割は、夜間の定時だったら面接、通信制だったら面接か作文というふうになっています。はい。というわけで、公立高校の入試方法ですね。共通選抜、定通分割、二次募集についてお話ししました。次は、私立についてお話ししていきます。私立のまず一般入試は、内申点、さっき計算しましたね。内申点を重視した入試方法です。私立高校、私立の高校が決めた何点以上っていう人をクリアしてたら OK だったら受験ができます。遅刻数とか欠席数を確認することもありますのでお気をつけください。で、これには、推薦入試と書類選考、洗顔、併願っていう種類がまたあります。そうそう、大切なことですね。内申点を重視した入試方法なので、成績に1がつくと、ちょっとこの方法での受験は難しくなります。では、もう少し話していきますね。まず、推薦入試は、中学校の校長先生から推薦をもらって受験する方法です。面接とか作文など試験がありますが、学力試験はありません。もしこの方法で合格したら必ずその私立の高校に入学することを約束しなければいけません。次は書類選考です。学力検査とか面接をしないで調査書の紙だけで合格かどうかが決まります。併願できる高校もあります。併願っていうのは、一つの高校だけではなく、いくつか受けることを言います。また後でちょっと言いますね。で、他にも種類が洗願、併願というものがあって、洗願は他の高校を受験しないということを約束して受験する方法です。単願と呼ばれることもあります。で、先ほど話した併願っていうのは、
公立高校などが不合格だった時に入学することを約束して受験する方法です。滑り止めと呼ばれることもあります。内申点の基準は洗顔よりもちょっと高いことが多いです。学力検査や書類選考で試験をします。で、これ、併願のいいところは、公立高校の受験前に結果がわかるので、公立高校、一番行きたい高校の試験の前に、合格か不合格がわかるから、安心して公立高校の受験ができるよといういいところがあります。次、オープン型入試です。これは、試験当日の学力検査の点数が重視される試験です。さっきは内申点だったね。こっちは学力検査の点数です。自分の実力を試したい。内申点が併願の成績よりも低かったという人がこの方法をよく選びます。ただ、この入試方法がある高校の多くは偏差値が高い上位校が多いです。最後、特待生入試です。勉強の成績がいい生徒や部活などでとってもいい成績を取った生徒に学費の一部もしくは全額が免除されるものです。つまり、学費が安くなったりもしくはなくなるという制度ですね。併願で受験できる高校もあります。どのくらい安くなるのか、併願ができるのか、できないのかっていうのは高校によって違います。ですから、募集要項という受験のルールについて書かれた紙や学校説明会で確認したり、担任の先生にも相談してみましょう。はい。というわけで、私立もすべて説明が終わりました。では、最後。外国につながる子供の受験についてお話しします。外国につながる子供の入試方法は3つあります。もちろん、一般でもいいんですけど、こういうのもありますよという紹介です。では、早速。ごめんなさい。それで、1番目と2番目に書いてある、在県外国人と特別募集と、外国帰国生と特別募集は、すべての高校にあるわけではなく、ここの高校にはこういう募集があります。ここはないよっていう、そういう、どんな高校があるかは確認しなければいけません。一番下は、どの高校でも申請をして受験をすることができます。中身を見ていくと、在県外国人特別募集枠は、在県と呼ぶことが多いんですけれども、どんな人がこれを使えるかというと、日本に来て在留期間が6年以内の人です。で、小学校の入学前はね、数えません。試験がどんな風に変わるかというと、学力検査が英語、国語、数学の3つになります。覚えてるかな？共通選抜だったりすると、それに理科、社会が5科目なんですけれども、在県外国人特別募集は3教科。で、問題に振り仮名がついています。それと面接です。外国帰国生徒特別募集は、保護者の仕事などで継続して2年以上外国に住んでいて、戻ってきた日が試験の3年前の4月1日以降の人。つまりですね、試験内容が同じく学力検査3教科と面接です。ちょっと志願資格について例えばなんですけど、2022年度の試験を受ける場合は、2019年4月1日までに帰ってきている人が対象です。最後、特別申請受験です。これはさっきお話ししたんですが、一般募集で受験する人が申請をしてできるものなのですが、原則海外から移住して6年以内の人です。これはね、
高校に出願する前に提出してください。それでこの受験方法ができます。なので、早めに担任の先生に相談が必要です。もし、もう、海外でね、中学校を卒業していて、今日本の中学校で勉強してないよという日は、自分が行きたい、志望する高校に早めに相談してください。で、これの試験内容は、まず、問題に振り仮名がつきます。それから、学力検査の時間を長くすることができる。そして面接の時は分かりやすくゆっくり話してもらうことができるという違いがあります。はい、というわけで、外国につながる子どもの受験についての入試方法も終わりました。今日はこれでおしまいです。聞いてくれてありがとうございました。もし何か質問があればこちらにメールください。バイバーイ。